皆さんこんにちは、近藤瑞穂です。ようやくこれを話せる日が訪れました。ツインレイの記事をブログに書き続けてきた数年前は、まだこのテーマに触れることができませんでした。それは私自身が無条件の愛に完全にたどり着いていなかったからです。今回のテーマは、ツインレイの愛と憎しみは表裏一体で、とても深いというお話です。それでは、シリウス中継、スタート。愛と憎しみは表裏一体であると言われていますが、多くの場合、それは癒されていないエゴの問題から生じています。ツインレイの場合も同様で、愛が深まるほどに、恐れや不安、悲しみや怒りなどのエゴにまつわる感情が出てきますが、通常の恋愛よりもそれが強烈に現れます。誰よりも愛しているはずなのに、誰にも感じたことのない激しい憎悪や怒りの想念が湧き出てくることに苦しんでいる方も多いと思います。愛と憎しみが表裏一体であることをこれほどまでに感じる相手はいないでしょう。ランナーはチェイサーにとってストレスを感じる存在です。なぜなら、ランナーはチェイサーの最も嫌がることをするからです。それはチェイサーに直接行うこともあれば、ランナーの姿を間接的に見ることで嫌な思いをすることもあります。チェイサーにとって最も愛するランナーは、これまで出会った人の中で最も辛い思いをする人であることが多く、チェイサーの心は大きく傷ついて、メンタルはボロボロになります。チェイサーが激しい憎悪や怒りの想念を感じる理由は、ランナーがその感情を煽るからです。でも、チェイサーはどこかで気づくでしょう。相手が見せる思考や行動が自分のどこかにあることや、かつての自分自身の姿であったことを、ツインレイは完全なる写し鏡の存在。癒されていないエゴが癒されるまで、お互いの中にあるネガティブな感情を鏡で見せ合うことで、それを表に引き出して手放すことを促し合います。でもあなたがチェイサーであるなら、傷つくのはいつも私ばかりと思うかもしれません。そうです。最初はチェイサーが傷つけられることが多いです。その理由は何度もお話ししているように、運命はランナーよりも先にチェイサーを変容させるために働いているからです。このストレスが永遠に続くのではないかと思うほど、チェイサーの心は日々打ちのめされます。自分がこんなにネガティブであったなんて、初めて思い知るような日々ですが、ネガティブな感情と向き合って、それを吐き出し続けているうちに、いつしか吐き出すものがなくなってくるのです。ランナーから受けるストレスは、出会いから2年から3年をピークにして、5年以上経過してくると、次第に消滅していきます。そしてチェイサーは感じるでしょう。ランナーに求めるものが少なくなってきていることを。それはチェイサーの中から無条件の愛が芽生え始めているからです。無条件の愛の反対は条件付きの愛です。
チェイサーが傷つく理由は、愛してほしい、向き合ってほしい、こうあってほしいという相手に対する要求や期待があるから。それは通常の恋愛なら当然のことです。しかしツインレイの道は最も高次の愛のレベルへと向かう道です。どうにもならない相手にどうすることもできないことで要求や期待が剥ぎ落とされて、やがて何でもいい、ただ存在するだけでいいと思えるようになってくるのです。でも不思議なのは、相手に対する要求や期待がなくなっても止めのない愛を持つことができること、それがツインレイの愛です。ランナーが何もしてくれなくても何かをしてあげたいと思える自分がいて、そこに何の見返りも期待しない。それは言い換えると諦めの境地でもありますが、諦めの境地に至らなければ無条件の愛にたどり着けません。なぜなら無条件の愛とは要求や期待を超えた先にあるからです。親子の関係性やペットならそれが自然にできるかもしれません。しかし親子であっても諦めの境地に導かれて無条件の愛や無償の愛にたどり着くこともあります。なのでツインレイの道で今葛藤している人は諦めの境地に向かっていることを運命に促されているのだと理解してください。それがツインレイの道であるということを理解するだけでも今よりも少しでも楽になれるはずです。ツインレイはエゴを手放してただありのままを愛することに導かれています。その理由はそれこそが真実の愛であり、そうであるからこそ本当の二人の幸せにたどり着けるからです。以上です。これを伝えるまでに私自身がどれだけの葛藤を繰り返してきたのかは、この道を歩んでいる人なら理解できると思います。私のパートナーは手に負えない最強の問題児ですが、それは身勝手に生きていた頃の私自身の姿でもありました。ネガティブな感情がとめどなく溢れて、この世の私の声とは思えないほどの叫びが出てきた時もありました。その声は今世の私でなく、過去世の私の声でした。ツインレイに出会うことで、魂が持ち越してきたすべての闇を手放す作用が起こるからです。相手を許し受け入れながら、自分を受け入れることで、未熟だった頃の自分の過ちを受け入れることができて、自分らしく輝いて生きることがようやくできるようになりました。今日お話ししたように、ツインレイの相手は素晴らしく理想的な人であるとは言えません。むしろツインレイの相手はことごとくあなたの期待を裏切る人です。しかし、それは運命の作用によるもので、あなたが変われば、やがて相手も変わります。お互いに条件を手放した純粋な愛の関係性が築けるようになると、いつまでも自然体のまま一緒にいることができます。言い換えれば、お互いの本来の姿に戻ることで、統合は自然に起こるということです。今日のお話がツインレイの道を歩む皆さんの
心の励みやサポートになれば嬉しく思います。それではシリウス中継を終わります。